いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。だいぶ寒くなってきたなと、思い、リバースウィングなんかを、もう着れる時期になってきたかなと。あと、僕も好きなんですけど G ジャンとか羽織れる季節になってきたかなと思います。今回なんですけど501のいわゆるボーイズバージョン、小さめのサイズですね。そちらの方で珍しいのが入ってきたので、ちょっとここら辺で一つ紹介させてもらおうかなと思います。ここ最近うちもですね、おかげさまで男性のお客様プラスって言ったらあれですけど、女性のお客様もかなり増えてまして、小さいサイズウエストが27インチから29、30インチ以下のサイズっていうのを、本当に探している女性たちもすごく増えました。今日はそこで501ではなくて 503BXX という表記になります。 B はいわゆるボーイズの B ですね。パッチがですね、一応今回これは紙パッチです。ギャラなしの年代ですけれども、501のボーイズなので、ウエストの、まずサイズがですね27、8、9のこのいわゆる3つになります。さらにその下の小さいサイズというのも存在するんですけれども、501のボーイズというサイズでいうとこの3サイズウエストですね。レングスに関しては、関係なく、でこれに関してはパッチに一応読めるんですけれども29インチ、実寸で29近くあるので、うちは29の31と書かせていただいてますけれども、一応縮みが、出たんですけど、多分履いてて伸びたんだろうなと。ここの下なんですけれども 503B であればここが2つっていうことが多いです。ただこの紙パッチの WX の年代だともうここが3つというふうに、なってきます。このトップボタンが1で下が3つ。これはもう501と正直言って変わらないですね、ディティールが。なのでちょっとこれはパッチがこれ取れてしまって、29インチあるということは501であれば30インチ表記で縮んでて29っていうのは結構、見ます。なのでもしこれパッチにこれちゃんと 503B と書いてるので、これはちゃんと 503B にするんですけれども、もしこれパッチが取れてしまったら501と評価されてもこのジーンズはおかしくないかなと。基本的には501とディティール等はほぼ変わりません。先ほど言ったこのボタンが2つになるっていうことが一つの見分けるポイントなんですけれども、 WX っていう、いわゆるこのストレート、後ろのベルトループがずれてるオフセットとか、アーキュエートがイエローを使ってます。ちょうどこれが、ギャラがない年代なので60年代、中盤ですかね、64年、5年あたりの年代のものですけれども、何ら501と色落ちも、ディティールも変わりません。表記として 503B、ボーイズなので29、28、21っていう、いわゆる小さいサイズですね。こちらが、503B の、一つの特徴です。501の価格帯に比べると少しお手頃だと思います。ただこの503の中でもこの29インチっていうのはやっぱ一番上のサイズなので、こちら状態もいいですね。紙パッチもしっかり残ってます。で、29の31で、お値段が12万8000円に消費税。今回これはウエストも29あるしレングスも長めっていうことで、こういった価格になってきます。こちらに実はデッドストックがあります。これはもうほぼ一緒ですね。ベルトループずれてます。ギャラがありません。後ろのアーケードも黄色とか。ただウエストが27の31、もう27ってなるともうだんだんこう履ける方っていうのが限られてきます。かなり細い女性、中には男性でも入る方がたまにいらっしゃいます。でもこの27インチで一番このいわゆる下のサイズになってくるので、これはこっからまた縮んでしまったりすると26インチ、あとはそれこそボーイズなので、子供さんが履いたりもありえるんでしょうけど、下はボタン3つになります。ただもうこの27インチ、このパッチがもし取れてしまって
分からなくても、もう確実にこの27インチもしくは縮んで26インチというのはもう絶対 503B っていうのは分かるので、ここがまあ、ボタン3つ501と同じディティールなんですけども、そこはパッチがなくても、サイズで 503B だなっていうのが分かります。一番小さいサイズということで、お値段デッドストックでウエストが27の31で19万8000円に消費税になります。この絵の 501XX であれば多分そうですね、ウエストが32とかレングスが32、いいサイズであれば多分59万8000円っていう値段になってくるので、こちら同じく 503BWX なんですけれども、パッチが取れてしまってます。レザーパッチなんですけれども、片面タブですね、サイドステッチが短いです。リベットの文字ももう大きい文字を使っているので、実際1950年代、初期の頃ですね、2年3年あたりかなの年代です。ただトップボタンが1つ、そしてこの下のボタンなんですが、明らかにこのボタンが2つしかないというのがもう 503B の一つ特徴になってくるので、実数なんですけれどもウエストを測るとですね30インチあるんです。先ほど言ったように27、28、29表記しか、503B は存在しません。ただ履いて伸びてしまったっていうケースも一応は考えられるんですが、状態もいいです。片面で、ウエストがだから30インチ、レングスが31インチあります。普通の501でいくとパッチ表記でいくと30の34が縮んだんじゃないかなっていうサイジングなんですが、ボタンが2個しかないがために 503BWX です。こちらちょっと値段的な話ですけど、15万8000円です。これが多分501であれば、29万8000円とか、つく値段になってくると思うんですけど、503B ボーイズイコールで501の大体半値ぐらいっていうのが、ただやっぱ男性でも細い方ってうちのお客様でもいらっしゃるので、いやボタンが2個しかないからちょっと嫌だなっていう方もいらっしゃると思います。やっぱ501がいいと27インチの方、28インチの方に関しては正直存在しませんっていうふうに僕は503をもうお勧めします。色地は変わりません。その方の体型にバッチリ合うっていう形であれば、もう僕は 503B でも、かっこよく履けると思いますので、これが50年代の、503BWX で、もう一つ1937年モデルですね、501と言いたいんですが、こちらも同じなんです。トップボタンから下2個しかないです。やはり 503B だと。こちらも実質の測るとウエストが30インチあるんです。伸びてしまったんだと思いますとしか言いようがないんですけれども、 503BWX いわゆるバックルバック、37年モデルですね。アーケードもひし形入ってない、珍しくこの赤タブがすごい上についてたりとか、ちょっとこう変わってるなっていうディティールがあるんですけれども、隠しリベットもこのぺちゃんこに、押されたタイプの隠しリベットを使ってます。股の缶抜きも入ってないので、いわゆる30年代後半ですね。真鍮バッグもこのシルバーを使ってます。もう何ら501とは、ディティール、変わりません。レザーパッチが使われています。ポケットのサイズ的には少しポケットのサイズとか小さくはなると思うんですけど、501と何ら変わりがない。色のパーセント的にももう8割ぐらいは残ってますね。コンディションのいいこの37年モデルを、250万でノンワッシュっていうのは、紹介したことあると思うんですが、このコンディションで、503B なんですけど実寸が30、レングスも30あります。で逆にお値段が79万8000円。実際ウエストが29から30インチぐらいの方にとっては、ある意味お買い得かなと。ボーイズなんだっていう、抵抗は少しある方はいるかもしれないですけど、デニム自体、何ら501と変わらないですし、やっぱり自分のサイズっていうのをちゃんと分かった上でジャストサイズで履けるジーンズであれば、僕は 503B でも全然いいのかなと思います。
こういった形でちょっと今回503B 年代とかはもう本当に 501WX と同じです。66年の最後で 503B もなくなってます。でそこからはもう27、8、9も66年以降は501で小さいサイズ、ボーイズサイズ、女性が履けるサイズであり、本当細い男性だったら逆にバッチリジャストサイズで履けばかっこいいかなと思います。37年、このコンディションって見つかるってことはだんだんもう、難しくなってきたので、ある意味サイズがウエストが俺30だなっていう方にはちょっと、チャレンジしてほしいなとも思います。うちは501だけじゃなく27インチそういったサイズまでちゃんと取り揃えるようには、してますので、僕は本当に女性には、すごくおすすめしてます。ちょっと今日はボーイズの 503BWX を紹介させてもらいました。ありがとうございます。最初はこの一番いわゆるヒゲができる場所ですね。こちらの方に塗っていこうと思います。もう僕も慣れてますので、このサイドの耳の部分にもしっかりのりを塗っていきます。